今まで発売された XTU アクションカメラのお話の方をしていこうかなと思いますね。かなり手ブレ補正がしっかりと効いてくれるカメラだったんですね。手ブレ補正スーパースムース 3.0 ジャイロフロー対応、このカメラというのはかなりお値段の割にはしっかりと使えるカメラかなというふうに私は思っておりますね。はい、皆様こんにちは。本日はですね、XTU-S6 を使いまして、まったり動画を撮っていきたいと思います。今まではですね、歩行動画でしたり、あと自転車の走行動画、原付の走行動画多かったんですけれども、今回はですね、ちょっと、土手の方に座りまして固定してですね、撮影の方、映像だけ垂れ流しでちょっとお届けしようかなというふうに思っておりますね。で、今回のお話なんですけれども、今までにも、一度ですね、お話ししたことあるんですけれども、今まで発売された XTU アクションカメラのお話の方をしていこうかなと思いますね。とはいえですね、日本で発売されたものに限定いたしますので、中国のみで発売されて日本未発売というカメラに関しましては、ちょっと分かりませんので、その辺は省かせていただきますね。じゃあまずですね、こちらの XTU というメーカーがですね、アクションカメラとして日本で発売された商品というのはですね、XTU Max というカメラなんですね。その他にも同時期に XTU-S3 というカメラの方も発売されましたね。まずはですね、XTU Max のカメラについてお話ししていこうと思います。お話はですね、簡単な仕様と、風でカメラ揺れてる。簡単なカメラの仕様と、あと同じく簡単に特徴ですね。それと私個人の感想などを順に述べていきたいと思います。まず XTU Max の簡単なスペックですけれども、使っております SoC はハイシリコン HI3556A、CMOS センサーがソニー IMX377、2.3分の1型センサー1200万画素で、特徴がですね、リアル 4K60 フレーム、本体防水、手ブレ補正がスーパースムース 2.0、バッテリーの容量が 1350mAh というような感じになっておりますね。ちょっとここからは私の感想になりますが、このカメラが発売されてですね、初めて YouTube でレビュー動画を拝見したときにはですね、あら、随分と、なんて言うんでしょう、精細感のある映像が撮れているカメラだなというふうに私は認識していたんですね。で、そして手ブレ補正もですね、かなりしっかりと効いておりましたので、その状態のままですね、価格を広くしてもらえれば、絶対私買っていたと思うんですけれども、お値段はちょっと覚えてないんですけれども、2万円前後ぐらいで販売されていたのではないかなと思うんですよね。現在もですね、YouTube では XTU Max の動画の方、レビュー動画などが見れますので、今見てもですね、なかなかいい感じに撮れるカメラだなという印象ですね。さて、お次はですね、先ほどちらっとお話しいたしました XTU-S3 というカメラになりますね。まずこちらの簡単なスペックが SoC ハイシリコン HI3559V200、 CMOS センサーがソニー IMX458、 3.06分の1型センサー1300万画素になりますね。で、簡単な特徴の方ですけれども、
本体防水手ブレ補正スーパースムース 2.0、 バッテリー容量が 1350mAh という感じになっております。でちなみにですね、このカメラは私所有しておりまして、今でも使っておりますし、かなり気に入っているカメラなんですよね。で何が気に入っているかと言いますと、このカメラですね、当時にいたしましては、かなり手ブレ補正がしっかりと効いてくれるカメラだったんですね。私はですね、手ブレ補正が効かない男と言いますかなかなかですね、歩行撮影でしっかりと手ブレ補正が効いた映像というのが撮れないんですよね。強いて言えば、メジャーメーカーのカメラを使えば、さすがにメジャーメーカーカメラは手ブレ補正強力ですから、ブレたりすることはないんですけれども、普通の中華アクションカメラなどを使った時にはですね、私結構ブレて撮れるんですよね。で、その中でもこちらの S3 はですね、私が使った中で唯一手持ち撮影をいたしましてもブレないカメラだったんですよね。でそこがすごいなと思いまして、今でもかなり気に入っているカメラなんですね。ただ一つ難点を言えばですね、かなり青かぶりする映像が撮れるんですよね。そのためですね、対策といたしましては、本編を撮影する前にですね、例えばこういうような状況の中で、ホワイトバランスのベースとなる白い紙をですね、先に写しておくんですよね。で、動画編集時に、その白を基準といたしまして、ホワイトバランスを整えてですね、映像として編集するんですけれども、きちっと使うにいたしましては、面倒なカメラかなというふうにも思いますが、ただ手ブレ補正がですね、かなり効きますので、今使ってもですね、現在発売されているカメラの中ではそんなに遜色がないようなぐらい効いてくれるカメラだと思いますから、今でも十分使えるカメラだと思っているんですね。そんなお気に入りなカメラが XTU-S3 という機種でございました。で、次はですね、XTU-MAX Pro。こちらはですね、同じく所有しております。で、簡単なスペックですけれども、アンバレラ H22、CMOS センサーがソニー IMX377、2.3分の1型センサー1200万画素。特徴としてはですね、リアル 4K60 フレームが撮影できたりですとか、あと本体防水、手ブレ補正、スーパースムース 3.0、ジャイロフロー対応、バッテリー容量が 1350mAh という感じでしょうかね。で、実際使ってみて思ったのはですね、かなりいいんですよね。この世代といいますか、ぐらいから XTU は画角の広いレンズを使うようになったんですよね。今でもそうなんですけれども、普通に撮るとですね、画角の方は結構広く撮れるんですね。そして、このぐらいの機種からでしょうかね、ジャイロフローという手ブレ補正専用のソフトウェアがあるんですが、そちらを使いますと、かなり正確に手ブレ補正の方をかけることができるんですが、そういうようなソフトウェアを多様になったという感じでしょうかね。確かですね、一番最初にお話しした XTU-MAX も 4K60 フレーム対応だったと思うんですけれども、こちらの MAX Pro もですね、リアル 4K、ネイティブ 4K60 フレーム対応になっておりますね。同時期に発売されていた中華アクションカメラで 4K60 フレームというふうに記載はされているんですけれども、リアルでもネイティブでもないんですよね。例えば低画素の解像度からアップスケーリングしたようなガタガタの映像だったり、輪郭がかなり甘いボケボケの映像だったりということが常
な中華アクションカメラなんですけれども、その中ではですね、こちらの MAX Pro はかなりしっかりと綺麗に 4K60 フレーム撮れておりますので、今はですね、4K60 フレームでリアル撮影できるカメラというのも増えてはきましたけれども、まだそれでもですね、フェイク 4K60 フレームといいますか、そういうようなものも今現在も売っておりますから、その辺はちょっと購入するときには注意が必要にはなりますよね。こちらのカメラが XTU シリーズで2代目に購入したカメラなんですね。で、1代目の S3 は手ブレ補正の方がかなり強力で気に入りまして、MAX Pro の方は今まで中華アクションカメラというのは画角が狭いものが一般的だったんですけれども、こちらの機種は画角が広くなったというところがお気に入りだったんですよね。そして手ブレ補正の方も、なかなか効いてくれると。S3 ほどではないんですけれども、かなり使える範囲で効いてくれると。そしてリアル 4K60 フレームが撮れる。ジャイロフローが使えるということで、MAX Pro は今でもお気に入りで使ってますね。さて、次はですね、XTU S3 Pro。簡単なスペックですけれども、アンバレラ H22、CMOS センサーがソニー IMX386、2.86 分の1型センサー、1200万画素。特徴といたしましては、本体防水、手ブレ補正スーパースムース 3.0、ジャイロフロー対応、バッテリー容量 1350mAh という感じになってますね。商品名はですね、S3 というふうに入っているんですけれども、こちらの S3 Pro はですね、S3 の後継というわけではなく、まるっきりの別物ですよね。SoC がメーカー違いますし、こちらはジャイロフロー対応になっておりますしね。どちらかと言いますと、S3 というネームは入っておりますが、MAX Pro のですね、廉価版といいますか、そういう立ち位置だと私は個人的に感じているんですね。というのも、同じ SoC のアンバレラ H22 を使っておりまして、CMOS センサーはですね、60フレーム対応ではなく、30フレーム対応というふうになっているんですよね。ですから、こちらは 4K60 フレームは撮影できないんですよね。4K30 フレームまで。とはいえですね、ほぼほぼ MAX Pro と同じ性能を誇っておりまして、手ブレ補正も一般的に使う分には十分に使える手ブレ補正ですし、手ブレ補正を重要視されてですね、自分で手ブレ補正をかけたいというお方はですね、先ほど申し上げましたジャイロフロー対応になっておりますので、そちらを使ってですね、しっかりと手ブレ補正かけることもできますし、ちなみに S3 はですね、ジャイロフロー対応にはなっておりませんので、MAX Pro はだいたいお値段2万円前後ぐらいだったんですけれども、こちらの S3 の方はもう少しお安く販売されておりましたので、結構使われていらっしゃる方、多かったですね。今でももしかしたら使われていらっしゃる方いるかもしれませんけれども、こちらもなかなか評判のいいコスパの高いカメラと言われていたものですね。じゃあ次はですね、XTU S2 Pro。簡単なスペックですけれども、SoC が Sigma Star SSC8838。CMOS センサーはソニー IMX386。2.86 分の1型センサー。1200万画素。特徴といたしましては、本体防水はありません。で、手ブレ補正は6軸ジャイロ、ジャイロフロー対応になっております。バッテリー容量は 1350mAh という感じですね。この S2 Pro はですね、
XTU の中ではかなりお安く販売されていたカメラという記憶が残っているんですけれども、その中でもですね、こちらの S2 Pro はフロントモニターなどもついておりますし、CMOS センサーもですね、先ほどご紹介いたしました XTU S3 Pro と同じ IMX386、CMOS センサー使っておりますので、内容はそんなに悪くはないと思うんですけれども、まずですね、スーパースムースというものがついておらず、普通に6軸ジャイロという形の手ブレ補正ですね。でこちらのカメラはですね、手ブレ補正は S3 Pro ほど、しっかりと効くタイプではない印象でしたね。さあ、次にですね、XTU S2 というプロがつかないタイプのものになりますね。こちらのスペックの方が SOC シグマスター SSC8838 CMOS センサーソニー IMX386 2.86 分の1型センサー1200万画素。簡単な特徴といたしましては、本体防水はついておりません。で、手ブレ補正も先ほどの S2 Pro と同じように6軸ジャイロ手ブレ補正となっております。で、ジャイロフロー対応と。で、バッテリー容量は 1350mAh。内容はですね、ほとんど S2 Pro と変わらないんですけれども、じゃあ何が違うのかと言いますと、こちらのカメラはですね、フロントモニターがついてないんですよね。そして、中国の方ではですね、XTU S5K だったかなというような商品名で発売されていて、日本とは商品名ちょっと違うんですよね。日本の方では S2 という形になっております。ちなみにこちらの方も所有しております。というのはですね、これどうなんだろうな、XTU さんの倉庫から出荷されて、自宅に届きましたけれども、多分販売店は違うと思うんですよね。XTU 公式ではないのかな。多分なんかあんまり聞いたことのないようなショップさんから購入して、で、メーカーの倉庫から直送で送られてきたという感じの商品なので、XTU さんから購入したものではないんですけれども、ただ、なぜかというとですね、お値段がすごい安かったんですよね。3999円だったかな。で、販売されておりまして、思わず購入してしまったんですけれども、で使ってみた感想としてはですね、手ブレ補正がかなり荒いと言いますか、もうちょっとプログラムに詰めれば、ある程度使えるような範囲かなと思うんですけれども、そのまま使うにしてはですね、結構こうカックンカックン動くと言いますか、そういう印象がありましたので、どちらかというとですね、私の場合はジャイロフロー専用機として購入したんですけれども、画質に関してはですね、ちょっとこれびっくりしたんですが、手ブレ補正をオフにして撮影された映像というのはですね、かなりしっかり精細感出るんですよね。そして画角もかなり広いんですね。なので、ジャイロフローを使う場合はですね、手ブレ補正オフになっている状態の映像を使いますので、しっかりと手ブレ補正をかけつつですね、解像感もしっかり残して高画質でこう使えると思っていたんですけれども、多分私が購入したのは不良品なのかどうか分かりませんが、熱暴走で、今日は26度ぐらいかな、気温。多分1回目の撮影は5分ぐらいで熱暴走で落ちちゃうと思うんですよね。で、その後すぐ電源を入れたら、2、30秒でまた電源落ちてしまうと思いますので、ほとんど使えないですよね。まともに使えるのは、真冬の
氷点下の気温でしたら 4K30 フレームでずっと撮り続けることができるのは確認したんですけれども、XTU のメーカーの中では S2 と S2 Pro に関しましては特に廉価版のカメラというイメージが強い印象でしたね。さて次、XTU Max2。こちらの簡単なスペックは SOC がアンバレラ H22、CMOS センサーはソニー IMX577 2.3 分の1型センサー1200万画素。特徴といたしましては本体防水、手ブレ補正がスーパースムース 3.0、ジャイロフロー対応、バッテリー容量が 1550mAh、ワイヤレスマイク対応、レンズフィルター交換が可能。そしてこの頃からなんでしょうかね、HDR 機能が搭載されましたという機種なんですね。センサーがですね、結構いいセンサー使っておりますので、それと合わせてアンバレラの H22 という評判のいいものも使っておりますから、写りは悪くないというふうに私はレビュー動画を見て感じていたんですよね。ただ一つ、こちらの方は、よそ様にですね、お勧めできない理由といたしまして、これは個人的な感想なんですけれども、ワイヤレスマイク、もしくは外部マイクなどを使った際にですね、音ずれがかなりひどいみたいなんですよね。で、その後ですね、一度 MAX2 という商品が Amazon から消えてなくなったんですけれども、そうしてしばらくしてですね、また復活いたしまして、現在も Amazon にこちらの MAX2 は販売されておりますが、もしかしたらその点改善されたのかなと思っていたんですよね。で、Amazon の口コミの方を見ますと、2026年に書き込まれた口コミかな。ワイヤレスマイクですとか外部マイク使わなくても内蔵マイクで音ずれがするという書き込みが確かちょっと見かけたんですよね。どうなってるんだと。そういうこともありまして、映像と音声の音がずれるというのは、動画はですね、映像と音声で出来上がっておりますので、結構致命的かなと思いまして、いくらいい映像が撮れたとしてもですね、後々のことを考えますと、あまり人にはお勧めできないかなという印象があったカメラですね。さあ、お次はですね、XTU-S6。こちらの簡単なスペックは SOC アンバレラ H22、CMOS センサーがソニー IMX386、2.86 分の1型センサー1200万画素。特徴がですね、本体防水はありません。手ブレ補正がスーパースムース 4.0、ジャイロフロー対応、バッテリー容量が 1350mAh。こちらの方も購入して手元にございます。というか、今撮影で使っているカメラが XTU-S6 ですね。で、使ってみた感想といたしましては、これスペック見るとですね、XTU-S3 Pro とほぼほぼ同じなんですよね。違う点といたしましては、スーパースムースのバージョンが違うですとか、あとは、USB の端子がですね、タイプ B からタイプ C になったというような形ですとか、あと、本体防水がついているかいないかというような内容で、中身はですね、ほとんど S3 Pro と変わっていないんですよね。多少のプログラムの変更ですとかというのはあるとは思うんですけれども、S3 Pro もですね、評判のいいカメラでしたから、で実際に S6 を購入して使ってみるとですね、一般的に
使える状態での手ブレ補正。写りもですね、極端に目くじらを立てて悪いというようなものではありませんけれども、ただし CMOS センサーはサイズがですね、やはりちょっと小さいので、等倍ピクセルで見るとちょっと粗めな映像で撮れているかなと。スマートフォンですとかノートパソコンなどで見る場合には、そんなに極端に映像の荒れというのは目立たないと思いますので、十分にですね、使えると思いますね。ただし、大きいテレビのモニターで YouTube 画面映して見た映像とかになりますと、もしかしたらそういうあらはですね、見えてしまうかもしれませんが、ただ、トータルで見てですね、このカメラというのはかなりお値段の割にはしっかりと使えるカメラかなというふうに私は思っておりますね。さあ、次はですね、XTU-X3。こちらも現在発売されている商品ですね。SOC がアンバレラ H22。CMOS センサーがソニー IMX586。2分の1型センサー4800万画素。特徴といたしましては、本体防水、手ブレ補正がスーパースムース 4.0、ジャイロフロー対応、バッテリー容量が 1800mAh、HDR 機能搭載というような感じの特徴になっておりますね。こちらのカメラですね、買おうかどうかかなり迷ったカメラなんですよね。センサーサイズも大きくなりまして、バッテリー容量の方も増えましたから、そして HDR が搭載されているということで、ちょっと使ってみたいかなというふうに思っていたカメラだったんですが、発売当初お値段が24,800円ぐらいだったかな。で、ちょっとお高いなと。しばらくしてから多分、2万円弱、19,800円とか、18,900円とか下がるかなと思ってて、しばらくですね、時間の方を空けてみようというふうに思っていたらですね、案の定ですね、予想通りお値段の方は下がってきまして、どうしようどうしようというふうに思って考えていたらですね、そのうちですね、後ほどお話ししますけれども、XTU-S7 Pro という商品が出ましたので、気持ちはですね、そちらの方に傾いております。こちらのカメラで撮影されたレビュー動画などを拝見いたしますと、やはりですね、結構しっかりとした映像が撮れておりましたので、確かに買っててもよかったかなと、後悔はしなかったかなという印象のカメラでしたね。あと気になる点といたしましては、こちらがですね、バッテリー容量が 1800mAh ですから、S6 は 1350mAh と、容量結構変わっておりますので、バッテリー持ちがですね、どのくらい変わるのかなというところも知りたかったんですけれどもね。はい、そして次でございます。XTU Mini 1。こちらの SOC はちょっと不明なんですけれども、CMOS センサーがソニー IMX335、2.8 分の1型センサー、500万画素。で、簡単な特徴といたしまして、本体防水、手ブレ補正は6軸ジャイロ、ジャイロフロー対応、バッテリー容量は 1350mAh、HDR 機能搭載と。そして、バッテリーは内蔵されているタイプになりますので、交換は不可ということと、それとあと外部マイクもこれ使えないんですよね。そしてもう一つ大きい特徴といたしましては、かなり明るく夜間撮影ができるカメラなんですよね。こちらのカメラで夜間撮影した映像というのは、ちょこちょこと YouTube のレビュー動画などで拝見できるんですけれども、こちらの IMX335 という CMOS センサーなんですけれども、500万画素と言いますと、
2.7K か 2.5K くらいの解像度のセンサーになるのかな。ソニーのホームページを見るとですね、こちらのセンサーの方は、かなり夜型といいますか、明るく撮れるように設計された CMOS センサーなので、それが搭載されていると。で、ちょっと心配だったのは、先ほどお話しいたしました XTU S2、S2 Pro などの廉価版のタイプと同じように手ブレ補正が6軸ジャイロということだったので、スーパースムースはついてないんだなと、搭載されていないんだなというふうに思っていたんですが、S2 や S2 Pro と比べるとですね、手ブレ補正かなり効くようになっていたようですから、やっぱりプログラムが変わるとですね、しっかりと手ブレ補正効くんでしょうね。そしてジャイロフロー対応になっておりますから、こちらも自分好みにですね、いろいろと手ブレ補正調整しながら、アプリで使うことができると。こちらもかなり魅力的なカメラでして、私も購入考えたんですけれども、XTU-S3 というですね、2021年かな、購入した時のように、結構長い期間、私使うんですよね。壊れるまで使うんですけれども、それがですね、バッテリー交換などができればいいんですが、使えるんですけれども、こちらは丸々内蔵されているようですから、他のカメラのようにバッテリーの交換はできないんですよね。そういう点もありまして、こちらの方は購入には至りませんでしたね。さあ、そして次に XTU-S7 Pro。こちらも最新機種で現在 Amazon の方で取り扱い開始されましたけれども、SOC がこれはちょっと発表されてませんから不明です。CMOS センサーはソニー IMX586 2分の1型センサー4800万画素。特徴といたしましては、本体防水はありません。手ブレ補正はスーパースムース 5.0、ジャイロフロー対応、バッテリー容量が 1800mAh、ワイヤレスマイク対応、AI、ISP アルゴリズム搭載、マグネットマウント、PD 急速充電可能、HDR 機能搭載という感じで、かなり、今まで発売されてきたカメラよりもてんこ盛りの機能といいますか、性能自体はですね、XTU-X3 の方と、似通ってはいるとは思うんですよね。同じセンサーを使っていたりですとか、バッテリー容量が同じだったり、ジャイロフロー対応が同じだったり、HDR 機能搭載も同じだったりと。多分一番大きな違いというのは、X3 に関しましては 4K60 フレームがリアル、ネイティブという形で撮れると思うんですけれども、こちらの方は 4K50 フレームまでなんですよね。そういう点がちょっと、残念だったかなと。60フレームは欲しかったなという印象ではあるんですが、ただ、一番今回の目玉といたしましては、S7 Pro は水平維持機能が搭載されているというところでしょうかね。水平維持機能も10度、45度、360度と選択できるようですから、今までの中華アクションカメラの常識を覆すようなですね、360度の水平維持機能を搭載してきたという点はですね、かなり目玉商品といいますか、非常に良さげな機能かなと思いますね。360度の水平維持じゃなくても、普通に使っていてですね、傾き補正10度もあればもう十分だと思いますし、あとは取り方がうまい方ですと、水平維持機能を使わなくても、普通のスーパー補正の手ブレ補正を使うとですね、問題なく綺麗に撮れるとは思うんですけれども、
レビュー動画などを拝見するとですね、普通にスーパースムース 5.0 の手ブレ補正、スーパー補正でいいんじゃないかなという感じもしましたけれども、状況によりけりで使い分ければ一番いいかなという感じですね。で、今回はですね、今まで日本で取り扱いがされている XTU のアクションカメラというのを、簡単にですね、ご紹介はしてきましたけれども、簡単な割にはですね、結構時間かかっているような気がしますが、このようにしてですね、XTU さんは、最初に話した MAX ですとか S3 ですとか、かなり手ブレ補正のしっかりした中間アクションカメラとして販売してきましたので、私としてはですね、その頃からちょっと注目していたので、その後に発売され続けたですね、カメラたちも、どんどんバージョンアップしていてですね、使いやすい機能が搭載されたりですとか、S7 Pro のようにですね、機能だけ見るとなんかメジャーメーカーのような感じの機能がてんこ盛りというような感じですけれども、そしてですね、XTU さんの中間アクションカメラを購入していて、で、こういう風に撮った時にはどんな感じで映るんだろうとか、購入するたびにですね、いろいろと動画の方をアップしていましたら、かなりの本数 XTU さんのメーカーだけでアップしていることになってしまったんですけれども、ちなみに私は XTU の中の人でもなければ回し物でもございません。単純に欲しいものを購入して、好きなようにですね、動画の方をアップしているんですけれども、ただ使っていくうちにですね、ここのメーカーさん、ファームウェアをアップデートをしてくれるメーカーさんなので、そういう情報もですね、皆様と共有できればという形で、動画にしていたりしたんですが、あなたの動画を見て、カメラを購入いたしましたですとか、というコメントをいただいてですね、非常にありがたく思って、嬉しく思っておりますね。この場で申し訳ないんですけれども、温かいコメントいただきました皆様、ありがとうございました。なんやかんやでですね、いろいろ喋っておりましたけれども、気づけばですね、かなり長い時間になっておりますので、本日はですね、この辺で終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。